こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。秋分、ひーチャンネル祭りの方ありがとうございました。皆さんのおかげで無事、楽しく過ごさせていただきました。出演者の方、そして見ていただいた方、チャット書き込んでいただいた方、こちらに意識を向けていただいた方、本当に皆さんのおかげで出来上がった、本当に調和のお祭りになったなと思います。ヒーリング、たくさんありがとうございました。で、動画がね、ちょっと長くてアーカイブが残んなくて、他でキャットさんと私が動画を録画してたんですよね。なのでそこをかっくんがちょっと編集、私のやつとかは特にネットワークが悪くてもう止まりまくってたりして、ところどころ止まったりしちゃってるんですけど、そこを編集してくれて出せるだけ出してくれてますので、概要欄に下のところにね、ひーチャンネル祭りの前編、長いので12時間までしかダメみたいで、前編と後編で、概要欄に貼ってありますので、よかったら見てみてください。本当にありがとうございます。動画をね、すぐ見たかった方たちもいたと思うので、お待たせしてすいません。して、あと、今、スターシードカフェで今日と明日ですね、今日何日だっけ ?25 だっけ ?26 だね。26と27、今日26日は終わったから、27日、明日日曜日、12時から5時まで、農園マルシェやってます。いろいろ野菜とかジャムとか、フラワー、ハニーちゃんが、フラワーエッセンスとか、吉村米店が米出したり、なんか、いろいろこのマルシェやってます。そんなに大きい規模では全然ないんですけれども、なんかあと、ジョニーさんがパンとかね、やってくれたりとか、本当になんて体にいいものをたくさん取り揃えて、カフェでマルシェをやっていますので、お店としては5店舗、4店舗か5店舗ぐらいが出してる感じなので、本当に小規模なんですけれども、近くの方はぜひ、行ってみてください。さっきもちょっと動画も貼っときますね。どんな感じの雰囲気なのかっていうのを動画撮ってくれてたから、はい、ぜひ、行っていただくと嬉しいですね。なんかもう本当に、なんかね、スターシードカフェってやっぱり波動がいいんですよね。エネルギーが本当に良くて、私行ったことないんですけど、もうそれがすごい伝わってくるし、やるたびにね、スターシードカフェであるイベントとか、スターシードカフェの、なんて言うんだろう。なんかね、エネルギーが本当にいいとこなんだろうな。だからそこに集まる人たちもやっぱりすごく良くて、いいなぁ、すごいなぁって思ってます。すいません。で、今日は、またちょっとね、違った話で、自分自身の、制限っていうのは、やっぱ観念で決まってるっていう話をしたいと思います。なんかね、そういう人を見かけることが多いというか、あと私自身もそうだな。やっぱりね、自分の世界っていうのは、自分の心から映し出してるんだけど、考え方ってあるじゃないですか。自分ってここまでしかできないとか、これだけの人間みたいに思ってると、そのね、制限がかかってるんですよね。で、その制限がブロックっていうものだったり、なんか手放すものだったりすると思うんだけど、それって世界を作ってるんですよね。やっぱり私たちって枠っていうものを作って、わざわざ作って、で、そこの枠を体験しているみたいな、感じになるんだと思うんですね。で、やっぱこの枠をもうね、取っ払う時が来てるんですよ。たくさんの方たちが本当そうなんだと思うのね。で、なんかね、見てて、すごいさ、例えばさ、この人すごい実力あるな、みたいな人いたとしても、自分の中で制限があるとするじゃない。そうすると、やっぱりなんか伸び悩むみたいな人って、なんでそういう風に、自分でも思ってたりとか、そういう風な感じになんで見えるかっていうのは、要はその人がどんなに実力があっても楽ちゃんです。そう。
やっぱり制限っていうさ、その枠がその人自身が持っているってことなんで、それでやっぱり世界を作るわけだから、どうしても、伸び悩むというか、こじんまりとしたり、なんかこう、もっとすごいとこまで行きそうなのになんか止まっちゃうっていうのは、やっぱりその人自身だったり自分自身の枠っていうのがあるっていうことなんですよね。で、それをね、やっぱりもう今取っ払う時というか、徐々に徐々に取り払う時が来てるんだと思うんですね。で、例えばそのひーちゃんね祭りとかだとやっぱりね、こう出演とかしてみると怖いんですよ。怖いんだけどやってみるとパッてやっぱり外れちゃったりとか、例えばひーちゃんね祭りでチャット書き込んでみたりとかね、そういういろんなチャレンジがあの中でもあったと思うんですよ。で、そういうさ、なんていうの、全てにおいて今までやったことないことをちょっとやってみると、やるまでは怖いんだけどやってみると、あ、こんなもんかみたいな感じで見える景色がね変わってくるんですね。だからね、なんかそういう一つ一つこう、なんていうの、ブロック解除でほら統合のワークとかで手放してももちろんいいと思うし、何かにやっぱりちょっと怖いと思ってることにチャレンジしていく、ちょっとずつちょっとずつでいいからチャレンジしていくといいと思うんですね。で、それによって意外と簡単に外れちゃうっていうことですね。うん。あとそのプロセスを楽しんでもいいんだけど、今は結構バーンって外す時が来てるんじゃないかと思う。バーンっていうのはなんか要は一つ外すとバーンって取れちゃうっていう感じかな。うん。違う次元に行っちゃうんじゃないかっていう感じがしてますね。そう。これはね、本当にね、こういう枠の中でどんなに実力があっても、どんなに素晴らしいものが作れても、どんなにセンスが良くても、いや、それは本当に素晴らしいことなんだよね。だけど制限をつけてるのは自分の観念なんですよ。で、誰もがね、そういう素晴らしいものって持ってるから、本当に持ってるんですよね。誰もが素晴らしいものを持ってるし、すごい能力持ってるし、なんていうのかな。ただ存在してるだけでエネルギーっていいんですよ。もう誰もが。誰もが素晴らしいエネルギー持ってるから、だけどそれに対して枠を作って、あれしなくちゃ、これしなくちゃ、私はこれできない、あれできないとかね、そういう感じで観念でいろいろやってるから、制限を外すっていうことをやっていくと、本当に全然知らない面白い人生になっていくと思うし、見たことない景色がどんどん出てくるんですよね。そう、それがね、結構面白いし、あとね、なんていうのかな。私がさ、なんでこういうひーちゃん祭りとか、いろいろこう、なんて言うんだろう。すごい別に有名な人が出てるわけじゃないじゃないですか。ここがね、でも一番ポイントになるというか、あの、なんていうのかな、自分が自信がないって思っている人たちとか、そうやって思ってた人がこう変わっていく姿とか、そのエネルギーですよね。その変容を見るみたいな、なんかこう、そのエネルギーだな。うん、これがね、一番覚醒が強いっていうことが思うんですよ。結構今までは、スピリチュアルだとすると結構有名な人とかが出て、その人たちが言ってくれることを聞くみたいな感じだったと思うんだけど、もう本当にこれからは一人一人がもう創造主であり神であり、大いなるものであり、一人一人のエネルギーが大事だし自立であるっていうことだと思うんですね。で、ここにはやっぱりもう本当ニュートラルであって、同じだからみんながそこに対して、でもそうじゃない、私はなんていうの、私は違うとかね、私はこんな私なんてってやるんですよ。私ができるわけないとか、そういう観念が入ってるんだけど、やっぱりね、こう、なんていうのかな、チャレンジしてる姿とかを見たりすると、何かこう、表現してるのを見た時に、ふつふつと、なんかやりたくなってきたり、やりたいっていう気持ちが抑えられなくなったりとかね、なんていうのかな、忘れかけていた気持ちになったりとか、そういうのがね、出てくるんですよね。私でもできんじゃないかなっていう。ここがね、本当に、だから、それぞれがさ、なんて言うんだろう。表現してる人もそうだし、見てる人もそうなんだけど、お互いに覚醒し合ってるというかさ、調和し合って覚醒して、エネルギーレベルで、なんていうのかな、融合していく、調和してる、応援してる、そういう感じのさ、やっぱりことが起こる
やっぱこうアルケミーというかね、化学反応が起こるっていう感じなんだろうなって思うんですよね。そうだから本当に素晴らしいんですよ。一人一人本当素晴らしいし、この観念を外すっていうことをどんどんやっていくといいと思う。本当に今その時が来てますね。別にゆっくりでいいよ。自分のペースでいいから急いで早く外さなければっていうことではなくて、ないと思ってる人は全然ないんだと思うし、だけどさ、私こんなもんじゃないはずだなっていう気持ちってあると思うんですよ。私ずっとそうやって思ってきたんですね。私こんなはずじゃないよなって。だけどなんで現実はこんなになってんだろうってさ、ずっと思ってたんですよ。なんでなんだろう、私の人生これで終わるのかなとか思ってて、で諦めてたんですよ。もう無理なんだろうなとか思ってたんだけど、でもやっぱり諦めたくないっていう、なんかもうどん底まで行った時に、もう何にもないんだったらなんかこうチャレンジしてみようかなみたいな感じの、もうさ、開き直りが出て開き直りの中でもブロッカージュとかやったりして自分の観念を外したんですよ、泣きながら。本当に悔しくてね、こんなにガチガチの観念がやっぱりさ、気づいてくると自分が考え方の癖がこんな入ってたとか気づき出すから、こんな入ってたんだみたいなことにいっぱい気がついてきて、それで泣いてやだやだとか思いながら、外してきてるから、やっぱり今もう全然時々出てきますけどね。でね、私とかの場合だと、やっぱりその観念っていうものっていうよりももうね、手放してるから、例えばこういうものをなんかフェスみたいなさ、ことをやった時とかも、もうね、全部委ねるみたいな感じなんですね。だからどういう風になるかわかんないんだけど、もうね、ある意味見ないっていうこととかもやるんですよ。もう手放して最善になるっていうことだけ意図してお願いするじゃない、高次元に。でもう見ないとかってやってると最善なことが起きてたり、最善の気づきになってたり、あと本当にこう今回は司会の方たちいっぱい入ってもらったり、みんなでやってくれたと思うんだけど、そこがさ本当に調和し合って、なんて言うんだろう、みんないい感じでさやってくれるんですよね。ここを全部気にして、あれ大丈夫かな、これ大丈夫かなってなりがちじゃないですか。だけどやっぱ宇宙って手放すってことなんですよ。手放すと最善になるっていうのが宇宙だから、もう手放して見ないっていう練習だよね。見るんだけど見ないんだけど見るなんかよくわかんないんだけど、そういう感じでこうやってるから、やっぱ最善になるっていう感じで、今回ちょっとね動画とかもチャット書いてくれた人がいたんですよ。本当にあの人の一文見て、なんか時間が12時間までしか多分 YouTube は見れないんじゃないか、なんか残んないと思うから残しといてほしいって書いてくれた人がいて、でなんか私チャット見てた時にそれがすごい気になって、調べたら本当にそうやって書いてあって、やばいと思って、で急いでかっくんとかみんなに連絡して、どうしようっつって、じゃあとりあえず録画撮ろう。で、私撮るけどインドネットワーク悪いからちょっと誰かできる人いたらお願いみたいな感じでやって、なんか、とにかく動画をなんとか録画できたっていう感じで、で、こういうのもなんかこう、やることによってそういうことに気がついたりとか、あとはだから、こう、最善になるっていうのかな、そこで、やっぱりこう、編集をね、してくれたり、そこでのやっぱ気づきがものすごくあったりとかするんですよ。だけど、失敗もしますけどね。そう。でも私一人じゃやっぱりできない、絶対できないことだし、でも手放すことによってこうやっていろんな人たちが動いてくれて、いろんなエネルギーで最善になるっていう感じなんだろうね。あとね、やっぱりね、スターシードって、こうやってさ、司会入ってくれた方とか、こう、出演してくれた方とか、見てくれた方とか、チャット書き込んでくれたとか、エネルギーでこう、サポートしてくれた方とかみんないると思うんだけど、本当にさ、やっぱりエネルギーがいいんだよね。エネルギーがいい。本当にこう、なんか純粋なエネルギーであったりとか、とにかくエネルギーがいいなっていう感じだよね。自分の気持ちに正直に言おうとしている、正直に言おうとするその意識が素晴らしいなと思うし、なんでこういうなんかフェスみたいなことが
短期間でできるかっていうのは、まあ私のちょっと無茶ぶりもあるんだけど、勘がいいんですよ。こうやってサポートしてくれる司会の方とか、こういろいろなところにわーってみんな動いてくれるんだけど、みんなさ、こう私はほとんどのことを言ってないんだけど、まあ猪俣さん、和美さんとかさ、みんな動いてくれるんだけど、なんていうのかな、勘がいい。もう言わなくてもエネルギーで読み取ったり、こう自分で考えててる、もう高次元とつながってるから、本人たちが高次元からのあれでバーって動くんですよね。そう。だからそのつながってるから任せられるというかなんかそういう感じだから、何にも言ってない。私何にもやってない。むしろだからこれを見ないで、寝る波動を整えることを一生懸命やってたので、これが最善になるって、もう終わったところに意識を合わせて、あよかったみたいな感じに意識合わせて寝るみたいなわけわかんないことやって、だからこうやって見ないっていうことも大事なんですよね。こう宇宙としては全部手を出そうとするじゃないですか、本当はね。私だって本当はそういうタイプですけど、頑張って見ないみたいな感じでやり続けているみたいな感じ。そうだからこれもやっぱり私観念外してるから、こうあるべきみたいのがないからね、ちょっとこうわけわかんない感じになっちゃってるんだけど、そう手放してるんですよ。観念が外れてるっていうところもあるんだと思うのね。そう観念があったらやっぱりここまでみたいなことしかできなくなっちゃうんだけど、観念がある意味あんまないからないみたいな、最善になるみたいな感じでやって意図してるだけだから、なんか素晴らしいものになっちゃうっていうかな。私もどんなものになるかもわかんないみたいな感じなんですけど、わかるかな。だから本当にね、観念なんて簡単に外れちゃうから、外して意味わかんない面白い世界を作っていきましょうよ。で、あるんですよ。すでにあるから、素晴らしいものに最善になる、素晴らしいものになるし、委ねた方がね、自分が楽。うん。観念外した方が自分が楽なんですよ。苦しいんですよね、観念がある中で。なんか体が硬くなったりするんですよ。考え方の癖が入ってると緊張するし、それがね、結構なんていうの、苦しいし、枠ってやっぱりこう、もがくから苦しくなると思うんだけど、これが外れてくると本当緩んでくるから、ぜひぜひ外していただくといいと思います。では、概要欄のとこにひーちゃんね祭りの前編のやつ貼っときますので、ぜひまた見ていただけると嬉しいです。長いのでね、のんびりと。あとは明日、マルシェ、農園マルシェ、いろいろありますので、よかったら行ってみてください。よろしくお願いします。ではでは。